今日は箸巻き卵を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は箸巻き卵を作りたいと思います。はい、ということで今回はお祭りの屋台レシピをご紹介していきます。箸巻き卵といって関西の屋台とかではね結構見かけるものなんですけれども、今回はですね卵焼き器のフライパンを使って簡単に再現して作っていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに箸巻き卵の材料をご紹介します。材料はこちらです。薄力粉、お水、卵、だしの素、小ネギ、キャベツ、小エビ、紅生姜、天かす、そして焼く時にサラダ油を使っていきます。まず生地自体は薄力粉、お水、卵、だしの素で作っていきます。だしの素はですね、かつおだしを使っていきます。こちらはお好みのだしを使ってください。そして生地の中にですね、小エビとか紅生姜とか、あとは小ネギなどを加えていきます。こちらはお好みで入れてみてください。それでは続いてトッピングの材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、マヨネーズ、お好みソース、青のり、鰹節、こちらの材料でトッピングしていきます。こちらのトッピングもお好みのトッピングをしてみてください。それでは早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめにトッピングの目玉焼きから作っていきます。フライパンにサラダ油を敷きます。そして伸ばしましょう。火にかけます。火加減は中火です。一度ねこのままフライパンを温めます。はい。で、30秒温めたら火を止めます。そしてここに卵を割り入れていきましょう。この時ね、卵はちょっと低めの位置から割り落としてください。はい。やけどしないように注意しましょう。フライパンの大きさに合わせて3つね、焼いていきたいと思います。火にかけます。火加減弱火です。このままね、弱火でじっくり焼いていきます。そうすることで卵から水分も抜けて、とても濃厚な目玉焼きに仕上がります。ちょっとね、くっついちゃってるものは、まだね、焼ききれないうちにちょっと形を整えます。こんな感じね。はい、こんな感じです。ではね、このままね、弱火でじっくり焼いていきましょう。はい、OK です。こんな感じで綺麗に焼き上がりました。そしたらね、この焼けたものから取り出していきます。はい、こんな感じでね、美味しそうに焼き上がりました。目玉焼きの量はですね、お好みの量だけ焼いてください。目玉焼きの準備はこれで OK です。それでは続いて、キャベツを千切りにしていきます。今ね、こちら4分の1玉なんですが、今回使うのはだいたい 80g ぐらいなので、その分だけ千切りしていきたいと思います。この千切りのやり方はやりやすい方法でやってください。では、切っていきます。はい、OK です。このように使う分だけ千切りにしてください。こちらの千切りはできるだけ薄めにしてください。もし難しい時はスライサーなどでスライスしていただいて OK です。あるいはですね、コンビニとかスーパーでもうすでに千切りになってるものも売ってるので、そちらを使っていただくとより手軽にできると思います。キャベツの準備はこれで OK です。それでは続いて小ネギを切っていきます。まずこちらは根元を切り落とします。そして半分に切って、あとは切り口を揃えます。そして輪切りにしていきましょう。はい、小ネギはこれで OK です。こちらはですね、生地の中に入れていくんですけれども、トッピングにもね、使っていただいてもいいかなと思います。それでは続いて紅生姜です。こちらはね、適当に刻んでください。はい、紅生姜はこれで OK です。ではね、生地を作っていきます。まずボウルに薄力粉、そしてお水を加えます。まずね、この2つをよくかき混ぜてください。ダマができないようにしっかりめに混ぜましょう。よく混ぜたらここに卵を割り入れます。そしてよく混ぜます。結構ね、シャバシャバの生地になります。そしたらここにだしの素を入れます。そしてよく混ぜます。材料を加えたらね、その都度よく混ぜるようにしてください。そうすることで生地の馴染みが良くなります。はい、OK です。それでは続いてここに小エビを入れます。あとは小ネギです。そして紅生姜も加えてください。そしたらこちらをよく混ぜましょう。はい、これで生地の完成です。キャベツと天かすに関しましては、焼いてから生地の上に乗せたいと思います。
それでは焼いていきます。まずフライパンにサラダ油です。そして油を伸ばします。まだね、火にかけてない状態です。この火にかけない状態で生地を流し入れてください。結構ね、生地緩めです。全体に広げます。はい、このように広げてください。広げたらまだね、火にかけない状態でキャベツを置きます。そしてさらに天かすも散らしましょう。はい、OK です。このように全部乗せてから火にかけます。火加減は弱めの中火から中火ぐらいです。これでね、生地に焼き色がつくまで焼いていきます。軽くね、キャベツを押し付けましょう。これで焼いていきます。はい、今ね、焼き色がついてきました。こうやってね、上下に揺すった時に生地が動くぐらいですね。このぐらいになったら裏返します。よいしょ。はい、こんな感じです。美味しそうですね。そしたら少し押さえつけます。片面もですね、焼き色がつくまで焼いてください。はい、OK です。片面にも焼き色がついたら火を止めます。これで箸巻き卵の生地は完成です。それではね、こちらバットの上などに出して残りも同じように焼いていきます。2回目からなんですが、今ね、フライパンが熱い状態なので、濡れ拭きなどの上に一度置いて少し粗熱を取ってフライパンの熱を落ち着かせてから次の生地を焼いてみてください。はい、全部焼き終わりました。こんな感じで美味しそうに焼き上がってます。今回の分量だとだいたい5枚分ぐらいになります。こちらは厚みとかによっても変わってくるので、4枚から5枚ぐらいを目安にしていただくといいかなと思います。それでは今からこちらをお箸で巻いて、そしてトッピングしていきます。では仕上げていきます。まずね、こちら割り箸を用意してください。この割り箸もね、2本くっついてる割り箸ですね。これを使ってください。そしたらですね、このように少しね、先端の方を広げてください。この広げた部分にこの生地を挟みます。よいしょ。半分ぐらいまでですね、このように挟んでください。今こんな感じ、このような状態です。そしたらあとはね、くるくる巻いていきます。このように巻いてください。あとはね、お皿の上に乗せてトッピングしていきます。まずね、この上にソースです。はい、そして続いてマヨネーズなんですが、マヨネーズはキャップを取っていただいて、この上にね、ラップをピタッと貼り付けてください。そしてピタッとしたら輪ゴムで留めます。はい、輪ゴムで留めたら爪楊枝かまたは竹串で 3,4 箇所穴を開けます。はい、こんな感じ。見えるかな？穴を開けます。そしてここに絞っていきます。そうするとね、細くマヨネーズを出すことができます。はい、そしたらここの上に目玉焼きをのせてください。はい、そして青のりです。あとはね、鰹節を散らします。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がりました。こちらのね、トッピングはお好みでやってみてください。では残りも同じようにトッピングしていきます。はい、これで箸巻き卵の完成です。こんな感じに仕上がりました。このように見た目もインパクトがあって美味しそうに仕上がりました。それでは早速いただきたいと思います。ではこのままいただきたいと思います。いただきます。もう食べ応え抜群ですっごく美味しいです。この卵が最高ですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の箸巻き卵のポイントです。まず目玉焼きに関してなんですが、こちらはですね、弱火でじっくりと焼くようにしてください。そうすることで卵の水分が抜けてとても濃厚で美味しい目玉焼きに仕上がります。そして生地についてのポイントです。今回は生地の中に小エビ、小ネギ、そして紅生姜を加えました。この中に入れる具材はお好みのものを入れていただいて OK です。そして生地を焼く時のポイントです。生地を焼く時はまずフライパンにサラダ油を塗って火にかけない状態で生地を流し込んで、その後キャベツと天かすを乗せて、そして火にかけるようにしてください。そうするとですね、生地とキャベツがしっかりくっついてばらつきを抑えることができます。そして火にかけたら軽くね、キャベツを生地に押さえつけてください。そして焼き色がついたら裏返して片面も軽く焼き色がつくまで焼いてください。そして出来上がった生地なんですけれども、2本くっついている割り箸を用意して先端の部分だけ隙間を空けて、その間に生地を挟んでください。あとはね、くるくる
巻くだけなのでとても簡単です。そしてトッピングなんですが、今回は目玉焼きと、あとはソース、マヨネーズ、青のり、鰹節、こちらをトッピングしました。トッピングもお好みでやってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は箸巻き卵を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。